こんにちは、春日部つむぎです。本日は現行セットの貴重な新アーキを持ってきました。リミテでなかなかいい感じの培養デッキ。今回は構築でやれるのか実践していこうと思います。お相手のオンの新聞館に切り崩し、このクリーチャーは ETB で培養しているので普通の除去を切れば単純にハンドアドを失います。こちらは伝染病のボラックをキャスト。このクリーチャーも ETB で土地をハンドに加えているので、このように除去を打てばハンドアドを失います。お相手墓地の侵入者をキャスト。こちらは追加のボラックを引きました。早速キャストしましょう。土地をハンドに入れなかった場合、増殖で培養機のカウンターが増えますが、今回はトークン1個なのでさすがにもったいないかな。お相手墓地の侵入者でアタックします。ボラックと侵入者で1対1交換ですが、土地分こちらが得しています。そしてこちらは満を持して今回の主役、グリッサをキャストします。インスタント除去はないようでグリッサの能力誘発まで来れました。今回は培養機トークンを2個生成します。お相手追加の侵入者をキャスト。こちらの方がサイズが大きいので大丈夫そうです。そしてこちらはフィニッシャーの1枚であるギラつく夜明けをキャスト。培養録を2回行います。そしてグリッサの能力で培養機を全てクリーチャー化。まさにファイレクシアの進行って感じでワクワクしますね。お相手絶望将来をキャスト。今までつけていたアド差を埋められますが、盤面はすでにこちらが大幅有利。あとは一気に詰めていきましょう。こちらは対処の総得 X3 でキャスト。さらにグリッサの能力で全てクリーチャー化。このターンはひとまず6トークンだけでアタックしましょう。とここでお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。これはバランスの取れたよいしょでキープで。お相手ファイト地からスクレル部をキャスト。毒デッキかな。こちらは初手タップ処理。お相手アタックで1毒からアボボネ決闘者をキャスト。セレズニアポイズンですね。こちらはダニが起きる前に決闘者を除去。お相手アタックから構えてエンド。隙ができましたね。こちらは強いのは消化者ですが、お相手の構えに対してブロックしやすい新聞館キャストで、お相手3マナ目からスクレルブノスをキャスト。ラリコッパイのいい敵が来ましたね。こちらはまずラリコッパイデスを破壊して培養機を構えて5です。お相手殺戮の歌い手をキャスト。スクレル部がアタックで歌い手の能力誘発によりに2。そして構築じゃ培養機全然見ないからこの手のミスはめちゃくちゃ多いですね。新セットへの理解を深めるにはやはりリミテをやるのが一番だとアーシは思うのでした。こちらはトークンでアタック。さらに膨れた消化者をキャスト。お相手別館の故障をキャスト。ここでトークン指定しますが、消化者の能力で培養機トークンをパクパクします。消化者かなり評価低めでしたが、使ってみるとまあまあ悪くはないですね。こちらはハンドが微妙に重いのに土地も引けず、このターンは婚礼発表をキャストしてエンドです。お相手腐敗層をキャスト。最悪1回流すのもありですね。そして保証でアタック。これは素直に消化者で受けます。死んだら5で戻ってくるのでむしろありがたい。ここは防御スペル使わず。そしてスクレルブノスをキャスト。こちらはまた土地を引けず、まず消化者でアタック。4点入って残り11点。さらにギラつく夜明けをキャストして培養4を2回。お相手殺戮の歌い手2枚目をキャスト。そして保証でアタック。ここはチャンプが正解でしたが、ノーンの変身の種が欲しくてツイートをしてしまいました。堕落達成で全クリーチャーにハンコンがつきますが、後のカーニバル。こちらはボラックをキャストして待望の土地をゲット。そして2体でアタックしますが、これもブロッカーに取っておいた方が良かったですね。お相手魂の仕切りでトークンは追放します。
4点入って残り5点。お相手別館の保証をキャスト。追放対象は消化者。そして保証一対でアタック。ここで保証相打ちに行きますが、それならさっきキャンプしておけって話でしたね。ともあれお相手ここは守りに来ず、無事1対1交換。こちらはノーン様をキャスト。ここはクリーチャー温存でさすがにアタックにはいきません。お相手スクレルブをキャスト。これは前よし。そしてトークン2体でアタックします。ここはまず培養機トークンを起動から。お相手が持っているのはほぼ確実にタイバーの抵抗肩身用の保管なので、タフ6はブロックで問題なしです。2回ちゃんとアタックでお相手6点ゲイン。そしてそのまま構えてエンドです。こちらはまずノーンの審問官から。ノーン様の変身シーンです。心6トークンを探りましたが、審問官残した方が絶対強かったです。変身ノーン様が培養5回と培養機を全て起動。審問官のスタックが積み上がります。スクレル部で突破できない無色トークンが30点分。これは勝ちましたね。お相手トップは不敗走。そして特にフラグだったというわけでもなく、ノーン様2勝でプラス1修正と2段攻撃不要。80点クロックです。とここでお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。お相手のデッキ次第であんまり良くないですがキープ。お相手ラクドスカラーから伝説土地。多分アトラクサデッキですね。こちらは銀行破りをキャストしてエンド。お相手収穫者をキャスト。そして銀行破りに登場してアタック。これは遠くて残り16点。こちらは構えてエンド。お相手グーをキャスト。動きが強すぎです。そして収穫者でアタック。残り13点。早くも負けが見えてきました。エンドに銀行破りで1ドロー。こちらはノーンの審問官をキャスト。培養2でトークン生成。お相手エンドに切り崩し、ここはスタックで培養機起動しましょう。これでトークンと銀行破りで除去1枚あってもブロッカーが立ちます。お相手グーワの2勝でアトラクサをディスカード。やっぱりアトラクサリア2でしたね。お相手銀行破りに登場。2回でアタックします。さすがに2点の差で銀行破りを差し出すほどじゃないので、ここはトークンを取りましょう。お相手釣り竿はなかったようで一安心。こちらはまず婚礼の発表をキャスト。これでチャンプブロッカーを立てましょう。そしてそのままエンド。お相手グーワが裏返り7マナ目をプレイ。そしてアトラクサをキャスト。お相手5色必要なデッキですが、現環境は当然のように最速で色が揃います。手が投了に何度も伸びますが、一応ドローまで見ておきましょう。今のところギリギリなんとかなりますかね。お相手一気に5枚ハンドへ。そしてお相手銀行破りに登場して2体でアタック。リソースに余裕があるせいか、ややアタックが贅沢なのでこの余裕につけ込んでいきたいです。ここは銀行破りをダブブロで取ります。こちらはグリッサをキャスト。さらに危機時期は切り崩しで取ります。グリッサは培養2回を選択。エンドに婚礼が裏返りターンエンド。お相手のハンドに強大仲が見えるので、ギラつく夜明けを使う前に一度使ってもらいたいところ。
しかしお相手策白で銀行を破り破壊。兄弟仲は温存するようです。そしてゼッチでアタック。これは確定除去ない動きです。グリッサブロックを期待したお願いアタックでしょうけど、そこは通しません。こちらはギラつく夜明けの2枚目。グリッサの能力はトークンの変身を選択。ここは混迷のドローを期待して2体でアタックします。お相手ゴブリントークンで片方を受けて2点入ります。そしてギラつく夜明け。戦闘前にキャストしなかったのは一応ラス警戒です。マナは余ってるし速攻でもないので、あえてクリーチャー化する必要はないですよね。お相手2枚捨てて2枚ドロー。そして綺麗に緑マナを引き当て、再びアトラクサ通常キャスト。でも投了することはさっき諦めたので、もう何が来ても最後までやってやりますよ。お相手たくさんハンドに入れますが、除去さえ引けばまだ何とかなりそう。こちらはエンドに竹沼起動。放浪者とかまくれないかな。デッキに入ってないけど、大祖の総督はどうせ流されるだけなので、もうちょっと取り回しやすい神門間でいきますか。そしてトップの毒火来た。これはもう勝たなきゃおかしいでしょう。まずはアトラクサ除去。こちらはリーサル届かないので、あえて神門間を出さずにグリッサの変身を選択。8トークンが2体戦場へ。全員でアタックです。お相手地トークンをサクって1枚ルッティング。そして設置で1回ジャンプして15点通ります。残り2点。見えてる範囲だと兄弟仲とベリアナで晩年対処されてしまうので、ここで神門間キャストです。さあ、お相手カイトを引けているか。お相手避難の道切除キャスト。これで盤面は一掃。そして赤黒ランド。兄弟仲でほぼ負けと思いきや、お相手ここでベリアナキャスト。ミスプレイに救われましたが、これで勝利確定です。培養トークンはアーティファクトです。皆さんも覚えて帰ってくださいね。そして諦めずに最後まで続けてよかった。最後は培養トークンでアタックしてこちらの勝利です。対戦ありがとうございました。というわけでアブザン培養でした。このデッキのテーマは出た時に仕事する生物で固めたら除去コンに勝てる説です。1、2のシステム生物に3、3大のコツク体祖の総督。1、1のシステム生物に実質3、3がつくのオンの神門間。3、3に土地がついてくる伝染病のボラック。あとマナフラジは増殖が非常に相性がいいです。あとは置物破壊できる名誉ファイレクシアンのロラン。この辺りをはじめとして除去コンと相性がいい培養デッキと除去コンと相性がいいアドゲン生物を合わせた感じです。ミッドレンジ風味に戦うデッキなので、特にアドを稼がない謎のファイレクシアン侍は今回お休みです。そしてフィニッシャー1枚目はこのギラつく夜明け。これ発売前結構酷評してたんですが、案外悪くないですね。少なくとも緑将来よりは強いと感じました。単純にサイズがでかいのと、培養機のおかげで返しにラスで流されないのが普通にメリットです。あともう1枚がこの捕食の伝令グリッサ。こっちは単体では若干パワー不足感がありますが、神門間、婚礼の発表、増殖等と合わせるとかなりいい感じ。序盤の2個1生物がよく除去をするので、案外定着しやすい気がします。ノーン様は悪くないですが、このデッキだと変身の種作るのにやや苦労しますね。さて、このデッキの強さですが、まあまあですかね。大きく勝ち越さないだろうなといった感じ。イメージとしてはグリクシスに近い除去しながらちびちびアド取るデッキなんですが、そうなるとゴマナメはもうちょっとがっつりアドを取れる必殺技的なカードが欲しいかなというのが本音。しかしグリッサを入れないなら培養カードはどんどん抜けていき白ターンになりそうなオチが見えています。あとこの手のデッキだったら気持ち的にはグーワーが欲しいですね。でもギラつく夜明けはマジでいい感じなので、結構いじりがいのあるアーキかなと思っています。ということで以上です。いつもコメント、いいね、高評価、広告等ありがとうございます。また、チャンネル登録やフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。